今回はその現実こそ嘘で幻想についてお伝えします。今回はですね、言語化するのがちょっと難しい部分にちょっとあえて取り組みたいと思います。はい。で、イルルが太郎くんと復縁したい場合なんですけど、はい。どんな風に意図したり決めたりしますか？その太郎くんとラブラブで幸せに暮らしている私かな。この動は画でもよく言いますけど、そう思えばそうなるっていう、潜在意識の唯一の法則があるから、その太郎くんとラブラブで幸せな生活を送っていると決めればそうなるよって話ですよね。そうですね。で、太郎くんとラブラブで幸せに暮らしているイルルが、ある日友達から「ねえイルル、太郎くんって新しく花子と付き合うことにしたらしいよ」って聞いたらどう思いますか？なんでとか、どうしようって思うかも。どうしてそう思うの？だからその太郎くんとラブラブで幸せに暮らしてる私って決めたはずなのに、違う現実が叶ってきちゃうから、なんか私間違った意図の仕方したかなとか、なんかやり方が間違っちゃってるのかなとか、いろいろ考えちゃいそう。はい、ストップ。イルルさんね、どうして太郎くんとラブラブで幸せに暮らしてる私が、現実の出来事に反応して、間違っちゃったのかなって思うのかね？それはやっぱどうしたってその現実で生きてるからだよね。普段はその太郎くんとラブラブで暮らして幸せな私になってたとしても、現実で実際その彼の話を聞いたり、彼絡みの噂話を聞いたりで、それが結構自分に良くない話だったりしたら、これってうまくいってない私を作っちゃったかなとか、どうしたって気になるよね。なんかそれはもう仕方ないかなとは思うかな。そうだよね。で、今のイルルの話を一言で言うと、現実を起点にしている私になっていたってことになるよね。そうだね。で、イルルが今言ったことって、現実起点に物事を見ていたら、すごい当たり前の常識的な話だと思うのね。でもこれって太郎くんとラブラブで幸せに暮らしている私にはなっていないっていうのはわかるかね？それは現実で太郎くんとうまくいってるか確認してるからなってないってこと？そうだよね。だって、ラブラブな私がどうしていちいち太郎くんの動向をチェックしなきゃいけないのと。それはなってないからチェックしちゃうんだよね。そこなんだけどさ、現実が気になるのって当たり前だよね。現実起点にしてたらね、それ当たり前だよね。その現実起点にしないっていうのが、正直なかなか分かりにくいっていうか難しい感じがしてきちゃうかなと思うんだけどね。だから現実起点にしてたらそれ難しいんだよね。だから、どんなに意図しても何を決めても、叶ってない私を起点にして物事を見てるってことになるから、だから太郎くんとラブラブな私として叶ってるはずなのに、太郎くんとはラブラブになっていない私の方が優先になってるわけだよね。だからその叶ってない自分起点になっちゃってるんだよね。でも現実に生きてるからなんかそうなるのは仕方がないかなと、なりがちかなっていうふうには思うんだよね。だから現実を起点にするのが当たり前になりすぎてるからなんだよ。だからじゃあね、発想を変えましょう。はい。で、そう思うからそうなるっていう法則があるよね。で、そう思うからそうなるのうち、そう思うからだけにフォーカスしてみてください。だから太郎くんとラブラブになって幸せな私だけにフォーカスするってこと？はい。だからそう思うからそうなるじゃなくてね、そう思うから以上。だから太郎くんとラブラブになって幸せな私以上。これが叶った意識の私です。わかる？だから太郎くんとラブラブになって幸せと決めた瞬間叶ってしまいました。そこはわかる。で、太郎くんとラブラブになって幸せです。潜在意識ではもう叶ってるよね。そうだね。でも現実で彼に対する良くない話を聞いたら、だからね、それはもう全部嘘ですよ。嘘。幻想、嘘。何でもいいんですけど、自分の世界は
あくまでも太郎くんとラブラブで幸せな私。以上。じゃあ現実を見るなってことかな。まあ、いや、現実は現実だよ。朝起きて、日が暮れるわけだしね。だからまあ、普通に暮らそう。でも、現実ではラブラブなはずの太郎くんが別な女の子と付き合ってしまいました。これはどうしたらいいですか？嘘だからね。嘘だね。だからどうしたらもこうしたらも嘘なんだよね。以上。終わりです。だから、こっちこそさ、どうしたらイルルが納得してくれるんだろうなって。じゃあ、要は目に見えてる現実がね、太郎くんが誰と付き合ってるとかっていうのはもう気にしないで、自分にとっての現実は太郎くんとラブラブで幸せな私だと思っておけばいいってこと？目に見えてる現実は嘘ってことにしとけばいいってこと？そう、だからずっと嘘って言ってたじゃん。嘘だよって。なるほど、なるほど。なんか分かってきた気がする。そしたら、じゃあ太郎くんとラブラブで幸せになった私ですが、太郎くんが現実で結婚してしまいました。これはさすがにがっくりきました。どうしたらいいですか？だから、嘘だから、これで、彼女ができても、結婚されても、そこに難易度の差は全然ないっていうのがちょっとわかると思うんだけど、だって全部嘘なんだから。全部幻想なんだから。で、幻想の方をかたくなに信じていただけみたいな考え方もできるわけですよ。なるほど。じゃあそのぐらい太郎くんとラブラブで幸せになった私っていうのが絶対だってことだね。そう。もうね、絶対も何もそっちが現実です。現実、確認だけど、もしかして太郎くんとラブラブで幸せになった私を決めたらもうそっちが現実だってこと？そうです。何のために意図したり決めるのかって。でその世界で生きるためじゃん。なのに、どうして現実のラブラブ以外のことを現実にしてんの？ちょっとややこしいけど、言い方が。そうか。なるほど。だから、ネットはその潜在意識を擬人化するのがね、ちょっと好きなんですけど、潜在意識も思ってますよと。イルルは太郎くんとラブラブな世界を生きてるはずなのに、なんで現実見て落ち込んでんのと。イルルって、その現実、落ち込んでるその現実真実にしたいのかなって。全然よくわかんねえなと。だって、太郎くんとラブラブな世界がいいって言われたからもう叶えたのに、よくわかんないけどすげえホラーなことをイルルしてるよぐらいに思ってるんじゃないかと。なるほど。じゃあその現実世界ありきの思考でがんじがらめになってるエゴの世界だと、どんなに太郎くんとラブラブで幸せな私って決めても、それを本当のとこは信じてないってことなんだね。要するにそうなんだよ。だからその現実見てうまくいってるか進捗をチェックしないと気が済まなくて、でチェックするのは普通のことだと思ってるけど、どれくらい叶ったかなみたいなね。だけど潜在意識からしたらすでに太郎くんとラブラブで幸せな私なはずなのに、わざわざ現実を覗き見するっていうのがそもそも異常なことというか、おかしいってことだね。おかしい。だって覗き見してんだから、おかしいでしょ。そうだから、決めたことを真実に生きていれば現実の嘘なんて気にならなくなるはずなんですよ。ちょっとね、この辺りは言語化するっていうのはちょっと難しいんだけど、少しはね伝わったらいいなと思って、今回ちょっと喋ってみたんですけどね。これでね分かってくれる人は分かるような気がしますね。そのぐらい、その現実っていうか、身の回りで起きてることと、自分が決めたこと、意図したことっていうのがね、どれぐらいそっちの方が大事なのかっていう、そっちを絶対の法則にしていいってことですね。そうですね。感覚的なことだけど、結構重要な気がするのでね、ちょっと今回取り上げてみましたね。はい。じゃあぜひ自分のね、現実を大事にしていってください。では、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。